皆様、本日はメインこちらのもやしを使ってもやしのやみつき炒め作っていきたいと思います。で今日はねすごい安くて美味しいものなので、もやしはメインなんですけども、あとは別にお好きな具材を入れてくれて大丈夫なんだけど、今回は僕はピーマンとあと豚のミンチ、でもミンチ系はねお肉系は入れてほしくて、ちょっと今用意してるのが 300g ぐらいあるんですけど、使う量は 200g ぐらいでやっていきます。はい、じゃあやっていきます。まずはもやし2パック使うんだけど、こちらちょっと流水で洗い流しときます。いつも言ってるみたいにちょっともやしのねちょっと独特の匂いを最初に水で流しておいときます。じゃあもやしは洗っておいて、で今回結構チューブとかもっていうかチューブでね味付けしてあるのですごい簡単です。ピーマン、緑があった方がね見た目的にも綺麗かなということでピーマン1袋入れます。ちょっとこれ中取り除いちゃうんで半分にカットして、ちょっと中の綿取りつつ洗っちゃいます。じゃあピーマン洗って中の綿と種取り除いたら、こちらは千切りにしていきます。もやしと同じ感覚で大きさ的にもね。やっぱりいい音だよね。ピーマンを刻んでる音はたまらない。じゃあピーマンのカット終了。そしたらもうね包丁使う作業も終わりで、も今回使うピーマンは細切りになってるし、もやしもあっという間にね火が入るので、もう材料のカットが済んじゃえばシャシャッと終わっちゃいます。では火にかけていきます。はい、ではフライパンにごま油を2回しほど入れまして、ちょっと温まるまで待ちます。で今回ももちろんチューブでやるから簡単なんだけど、本物っていうのもおかしいけど、生のねニンニクとか生姜をみじん切りとかにして一緒に炒めた方が香りが強くなるんでね、そっちもおすすめです。どっちにでも普通にチューブでも十分美味しいですよ。そしたらニンニクチューブをこれくらい大さじ1/2ほど、そしたら生姜も同量入れます。もうここでね炒めちゃいますね。はい、ニンニクと生姜は同量大さじ1/2ほど入れたら、ちょっとニンニクを香り立たせます。結構野菜の水分がねもやしからは結構たくさん出るので、味付けは濃いめにした方が美味しゅうなります。はい、じゃあ香りが立ってきたらここに豚ミンチ 200g ほど入れます。火は中火ですね。ではここにお酒、豚のね臭み消しも含めてなんで大さじ2杯。でお酒を加えたら、この段階でお肉のねピンクい部分はなくなるぐらいまで炒めてあげてください。そしたらここにピーマンから先に入れます。はい、ただピーマンとかもシャキシャキ感残したいので火は強火にして、ピーマン入れるときにね火を強火にして、今出てるこの油をピーマンに回してあげるぐらいで、はい、そしたらちょっと一旦火弱めてここで味付けしていきます。ちょっともやしはね結構量があるので、もやし入れてから味付けしちゃうとちょっと難しいので、はい、お醤油大さじ1杯にみりんも大さじ1、オイスターソースこちらも大さじ1杯、豆板醤あったピント小さじ1/2ほど、辛いのが好きな方はね1杯ぐらい入れても大丈夫です。
に味付きの塩コショウを少々。塩コショウは最後もう一回もやし入れた後水分が出るので、その時にね味見てくれた方がしやすいかなと。で丸鶏ガラスープ、こちらを大さじ1杯。はい、丸鶏ガラスープ入れて、でもう一回火強火に戻して混ぜ合わせます。はい、でいい感じに煮立ってきたら、ここにもやしを全投入。はい、でもやしを入れたらもうさっと混ぜ合わして、もやしのねシャキシャキ感も生かしたいので、ほんとパパッと炒めちゃいます。はい、でもやし炒めてる間に水溶き片栗粉用意しといてください。だいぶね水分が出ると思うので。でもやしを入れてもう1分もしないかなぐらいで大丈夫です。あとはね余熱でももやしにはしっかり火が入るので、じゃあちょっとだけ味見といて。じゃあちょっとねここで最後味付きの塩コショウを最後微調整プラス、ちょっともやしの水分が多かったみたいなんでオイスターをもう大さじ1入れときます。豆板醤ももう2分の1だから、僕は結局オイスター大さじ1に豆板醤小さじ1杯大さじ2って言ったよね今に小さじ1杯で調節しときます。はい、で最後よく絡めて、はい、そしたら水溶き片栗粉、適量ですね。とろみを軽くつける感じで、はい、はい、水溶き片栗粉を入れて強火でしっかりととろみをつけて、で仕上げにブラックペッパーです。ブラックペッパー、タレにとろみもついたので、はい、こちらでやみつきもやし炒め完成。じゃあ実際ご飯と一緒に食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。乾杯。乾杯。よし、ちょっとあったかいうちにもう、はい、もうほんとみんな出来たてを食べてね。ね、いただきます。いただきます。間違いねえ。激うま。鳥肌立ったわ。うわ、この豆板醤の辛み最高だね。俺たちは小さじ1杯入れたけど、それでも結構ピリ辛だから、辛いのが苦手な奥さんとか2分の1ぐらいで、うん、うまっ。タレにとろみがついてるからすげえ辛い。あとねもう炒め加減よ、シャキシャキ。いやこれでもさ、いい感じのとろみだからさ、焼きそばとかの上にかけるやつでも美味しいだろうね。うわで、とろみ加減もめちゃくちゃトロトロじゃないから、そこも好き。なんかあっさりしてて何よりこんなにもやしが美味しく食べられる料理マジでないよ。コスパも最高よ。うまっ。めっちゃうまいんだけど、本当に美味しい。しかもこれさ、もう僕たちは耐えられないずにさ、ご飯食べてるけど低糖質でもあるわけじゃん、もう最強だね。この低糖質の
おつまみ出てきたらマジで至福だわこれは。はい。あ、これ最後ちょっとさ、この水分をさ、うん、スプーンとかですくってご飯にぶっかけてもうまいだろうね。間違いない。ということで、本日はですね、こうちゃんにやみつきもやし炒めですね、はい、作っていただいたんですけども、もう昔からね、この料理結構こうちゃん作ってくれるんですけど、もうね、どんだけ作っても秒でなくなるぐらい、めちゃくちゃ大好物な料理なんで、もうハッピーでした。もう、しかも安いしね。美味しい。こんだけ安くてこんだけ美味しく作れるのはほんとすごいなと思ったし、もうとにかく味付けがね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。なので皆さんね、いろんな食材でね、合わせても、正直これ以外のやつで作っても全然美味しいので、ただね、もやしをいっぱい入れるとボリュームが出て、それだけでね、いっぱいご飯が食べられるので、もやしいっぱいで、作ってあげてみてほしいなと思います。はい。ということで、本日は以上になります。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またねバイバイ。